はい、皆さんこんにちは。レトゲビーキです。今回はですね、ゴールデンウィークに神奈川県の中央林間駅周辺のレトロゲームを売っているお店をいろいろ回ってきまして、いろんなゲームを買ってきましたので紹介したいと思います。中央林間駅は神奈川県大和市にある小田急と東急の駅なんですけれども、こちらの駅周辺には5店舗以上レトロゲームを買える店があるので、今回ゴールデンウィークを利用して一気に回ってきました。で、今回ご紹介できなかったお店もたくさんありますので、もし行かれる方は他の店舗も調べて行ってみてください。まずはじめに紹介するのがハードオフ中央林間モール店さんです。オフハウスと一緒になっている広々とした店舗で商品数も多くて結構見応えがありました。それでは店内で気になった商品を少しご紹介したいと思います。まずはジャンクコーナーから見ていきたいと思います。こちらのジャンクコーナーかなり広々としてまして量もたくさんありました。まず目についたのがジャンクのショーケースの中に入ってたこちらのプレイステーション2用のメタルスライムの形をしたコントローラーみたいですね。これはちょっと初めて見たんですけどすごく可愛いなと思ってちょっと悩みました。こちら2200円ですね。で、同じくジャンクのショーケースにありましたPS1 のモニター付きのものですね。しかも箱付きで、これも初めて見ましたね。で、PS1 ってモニターを付けれるのがすごくいいなって思ってるので欲しいんですけど、モニターは故障してるみたいで、それがジャンクの理由みたいです。で、値段は 19,800 円でした。次に青箱ですね。ソフトのジャンクを見ていきたいと思います。で、ゲームキューブの動物番長が、ジャンクボックスに入ってまして、これもしかしたら100円かなと思って見たんですけど、残念ながら、880円でした。こちらは DS のジャンクボックスなんですけど、中身はおなじみのモンハンとか脳トレ系だったんですけど、ちょっと珍しいのが説明書の詰め合わせが売ってました。いろんなハードの説明書がこう束になって、で、このボリュームで110円だったのでちょっと気になったんですけど、買おうかなと悩みました。あとは攻略本も結構な数入ってましたね。次にショーケースも少し見ていきたいと思います。スーパーファミコンの裸ソフトのショーケースなんですけれども、鬼が裸で8800円っていうのはちょっと驚きましたね。かなり値段が上がってる印象があります。こちら任天堂 DS の裸ソフトなんですけれども、ドラゴンクエスト6が裸で1100円は結構安いんじゃないかなと思いました。そして DS のショーケースのポケットモンスターハートゴールドのポケウォーカー付きが33,000円で売ってました。これもかなり値段が上がってる感じがしますね。だいたい4、5千円ぐらいが相場だったと思うんですけど、こちらはかなり高い値段で売られていました。そしてこちらもショーケースにあったポケットモンスターピカチュウエディションの 2DS です。金額が 24,200 円でしたね。で、こちらもいつかは欲しいなと思うんですけど、なかなか高くて手が出せないでいます。で、隣にも 2DS あるんですけど、もう1万ぐらいやっぱり値段が違いますね。はい、それではハードオフ中央林間モール店で買ってきたものを紹介したいと思います。購入してきたもの1点目はこちらのゲームボーイのカラーケースです。こちら5点セットで220円でした。こちらはジャンクボックスに入ってまして、結構いろんなハードオフでジャンクボックスでこのカラーケース見るんですけど、だいたい1個だいたい100円ですかね。100円でよく見かけるので5枚で220円は
結構お得なんじゃないかなと思って、買ってきました。でこのカラーケースはもう何個あっても本当に、助かるので、これはちょっと買っておこうかなと思って、買ってきました。はい、購入してきたもの2点目はこちらの任天堂 3DS 用ソフトモンスターハンタークロスです。購入金額は110円でした。こちらもジャンクボックスから、購入してきたんですけども、これももう常連ですね。青箱の常連なんですけど、結構裸ソフトで110円ってよく見るんですが、この箱と、一応説明書もついてるので、単品で110円っていうのはあんまり見ないので、こちらのソフトまだ持ってなかったので、そろそろ買おうかなということで買ってきました。すごく状態もいいので、これは良かったんじゃないかなと思います。はい、購入してきたもの3つ目はこちらの任天堂 DS 用ソフト右脳の達人爽快間違いミュージアム2です。こちらは、購入金額110円でした。こちらもまた同じくジャンクコーナーから見つけてきまして、購入してきました。あんまりジャンクでは見ないタイトルで結構珍しいなと思って、買ってきたんですけども、ちゃんと説明書も入ってますし、いいんじゃないかなと思って買いました。ほんとシンプルな間違い探しゲームですね。2つの絵を比べて違うところをこう探すっていうゲームらしいんですけど、シンプルなのでなんかちょっと空き時間とか待ち時間とかにやるにもちょうどいいかなと思って、買ってきました。次に行ったのはハードオフ月見野店さんです。こちらはオフハウスとホビーオフが一体となった店舗で、売り場面積も広くてとても見やすかったです。では早速気になった商品を見ていきたいと思います。ではお決まりのジャンクコーナーから見ていきたいと思います。でこちらのジャンクコーナー、まんべんなくいろんなソフトがあるような印象でした。プレステからプレステ2、スーパーファミコンとかいろんな種類のゲームが、ジャンクボックスに入ってました。特に PSP の裸ソフトのジャンクがすごい量で、もうちょっと見るのが厳しいなって思いました。ただそんな中に PC エンジンのヒューカードが1枚だけ隠れてました。こちらサッカーのゲームみたいなんですけど、110円はお得なんじゃないかなと思います。先ほどのハードオフで買ったゲームボーイのケースがこちらでは110円で売ってました。こちらのスーパーファミコン用ソフトのマルチタップが330円でした。結構汚れは目立ってました。次に本体のショーケースを見ていきたいと思います。ゲームボーイミクロが 19,800 円。箱付きのポケットステーションが3300円。これはちょっと気になりました。そしてこちらはホビーオフの商品なんですけれども、奥に見えるビックリマンのフィギュアですかね。これもなんか懐かしくて欲しくなりましたね。でホビーオフが入ってるとこういうフィギュアとかも一緒に見れるのが楽しいですね。こちらはドラゴンクエストの下敷きですね。2200円でした。これ当時使ってた方結構いらっしゃったんじゃないですかね。はい、それではハードオフ月見野店で購入してきたものを紹介したいと思います。購入してきたものはこちらのスーパーファミコン用ソフト天外魔境ゼロです。購入金額は1100円でした。天外魔境ゼロは1995年にハドソンから発売されたスーパーファミコン用ソフトで、美しいグラフィックと壮大なストーリー、重厚な音楽で人気の和風 RPG です。本作の最大の特徴はパーソナルライブゲームシステムと呼ばれる時計機能が内蔵されているので、現実世界の時間と同じ時間がゲーム内に流れていて、プレイする時間によってゲーム内のイベントが変化するシステムが画期的でした。
けど、1100円はかなり安いんじゃないかなと思いまして、結構裸でも800円以上、だいたい1000円超えてる印象があったので、説明書が欠品してるみたいなんですけど、それでも箱付きで1100円はだいぶいいんじゃないかなと思って買ってきました。こちらのお店ではこちらの1点のみ購入してきました。じゃあちょっと状態も見てみたいと思います。はい、今フィルムを剥がしました。まず外箱なんですけど、やっぱりだいぶへこみがある状態ですね。こちらは、A、B、C つけるとしたら、C ランクぐらいかなと思います。かなり傷は多いです。ただ正面は割と綺麗なので、飾っておくには十分いいんじゃないかなと思います。じゃあちょっと中身も見てみたいと思います。説明書が入ってないってことなんですけども、ちゃんと耳はついてますね。そうですね、ちょっと説明書は入ってないです。でこちらが、ソフトですね。ソフトは非常に綺麗な状態です。で説明書入ってなかったんですけど、こちらの何ですかね、地図、マップがついてましたね。これは嬉しいですね。これも多分貴重だと思うので、これがついてたのは良かったなと思います。で天外魔境シリーズちょっといろいろ集めたいなと思ってるので、すごくいいのが買えたんじゃないかなと思います。次に向かったのはゼスト大和店さんです。こちらのお店は駿河屋さん系列の専門店なので、品揃えは抜群でした。そこまで店内は広くないんですけれども、レトロゲームがたくさんあって掘り出し物がありそうな雰囲気がすごくてですね、テンションの上がるお店でした。店内の写真はないので、購入してきたものだけ紹介したいと思います。はい、それではゼスト大和店で購入してきたもの、1つ目はこちらのスーパーファミコン用ソフトロックマン X3 です。購入金額は1100円でした。ロックマン X3 は1995年にカプコンから発売されたスーパーファミコン用ソフトで、ロックマン X シリーズ3作目となる作品です。人気キャラクターのゼロとの共闘ができるという新しい要素が加わって、隠しボスなどやり込み要素もたっぷりの今でも人気の衰えない横スクロールアクションです。でこちらのソフトは割とずっと探してたんですけど、だいたい1600円ぐらいが相場なのかなと思って、もう少し安いのがあればとずっとちょっと探してたんですけど、やっとこのぐらいの値段のものに出会いまして、購入できました。ただちょっと裏面に名前が中原さんというね名前が書いてるのが、この安さの理由なのかなと思うんですけど、なんかアルコールとかでもしかしたら消えるんじゃないかなと思うので、ちょっとやってみようかなと思います。はい、購入してきたもの2つ目は任天堂 3DS 用ソフトソニックロストワールドです。購入金額は1100円でした。ソニックロストワールドは2013年にセガから発売された任天堂 3DS 用ソフトで、幻の大陸と呼ばれているロストヘックスを舞台にしたアクションゲームです。ソニックらしい爽快感はそのままに、3D ならではの球体のステージやパルクールアクションなどが加わり、
よりダイナミックなプレイが可能になりました。ソニックシリーズ私は大好きなんですけど、こちらのソフトまだやったことがなくてですね、ちょっとやってみたいなということで買ってきました。こちらも1500円ぐらいする印象があったので、1100円はだいぶお得に買えたんじゃないかなと思います。はい、購入してきたもの3つ目は PC エンジン用ソフトプロ野球ワールドスタジアムです。購入金額は330円でした。こちらのソフトなんですけど、ちょっと失礼な話、私が欲しかったのはこのケースだけなんですよ。前回少し前なんですけど紹介した加トちゃんケンちゃんの PC エンジンのヒューカードを買ったんですけど、それが説明書とソフトだけだったのでちょっと収納に困ってまして、 PC エンジンヒューカードのケースが欲しいなと思ってたので、それがこの値段だったらいいかなと思って買ってきました。ちょっとケースに割れがあるんですけど、そこまで気にならないのでいいかなと思います。でこちらがソフトですね、ヒューカードで、こちらのケースが特殊なケースになってまして、こういうなんでしょうね、フィットするような形になっているのがこちらのヒューカード専用のケースの特徴です。最後に紹介するお店はトレジャーファクトリー中央林間店さんです。こちらのお店は総合リサイクルショップなのでレトロゲームの数はかなり少ないです。ゲームが 1,2 本あるかなという感じで、ほとんど売ってないんですけれども、もしあれば相場よりも比較的安い値段で売っているので見逃せないお店の一つです。はい、それでは最後ですね、こちらがトレジャーファクトリー中央林間店で購入してきたものになります。任天堂 DS ライトですね。こちらブラック、購入金額が1628円でした。任天堂 DS ライトも最近だいぶ高騰してて、だいたい2000円は超えてる印象があったので、1000円台はすごく安いなと思って買ってきました。でここの袋越しに見る限りはそこまで傷がないように見えるので、実際動くかどうか動作未確認と書いてますので、動くかどうかも含めて見てみたいと思います。はい、今フィルムを剥がしてみました。細かい傷はちょっとあるんですけど、そこまで大きい傷とかはないので、この LR ボタンを押した感じもそこまで違和感はないですね。じゃあちょっと開けて中を見てみたいと思います。ちょっと画面に汚れがありますね。で十字キーとこちらのボタンも普通に効く状態ですね。ちょっと電源を入れてみましょう。電源入んないですね。ちょっと充電して試してみたいと思います。はい、今、電源をちょっと充電してみました。ちょっとつくかどうかやってみたいと思います。つきましたね。ちゃんとつきました。でちゃんとペンも付属してました。じゃあちょっとゲームが起動するかやってみたいと思います。はい、ソフトが読み込むかちょっと見てみたいと思います。ちゃんと起動しますね。起動しました。ちゃんと来ましたね。 DS のソフトもアドバンスのソフトも読み込むようでした。これで1600円は良かったんじゃないかなと思います。こちらもうおまけなんですけど、ゲームではなくてフィギュアなんですけど、こちらのスロットロイドロボデジというのを買ってきました。でこちらが元値が1078円になってまして、これが半額で、だいたい500円ぐらいで、購入することができました。
で、私はあんまりフィギュアとかは、そこまで集めてないんですけど、こちらの、ロボデジってなんか懐かしいなと思いまして、昔このロボコンという特撮っていうんですかね、特撮のキャラクターがいたんですけど、それの登場キャラクターみたいで、多分見てたとは思うんですけど、なんか箱の雰囲気とかもすごく懐かしくて、買ってきました。ちょっとこちらも中身見てみたいと思います。出てきましたね。なんかすごくあれですね、もう新品かもしれないですね。ちょっとセロハンテープがまだこちらに貼ってますので、もしかしたら1回も出されてないんじゃないかなってぐらい綺麗です。なのでちょっと出すのがもったいないので、このままにしておこうかなと思います。いや、サイズ感とかすごくいいですね。で、顔がスロットマシンになってて、感情がくるくる変わるような、フィギュアみたいです。ちょっと飾るのはもったいないので、箱のままちょっと飾ろうかなと思います。はい、購入してきたもの、最後がこちらの任天堂のトランプです。購入金額は308円から、半額になりまして154円でした。こちらも普通のトランプなんですけど、やっぱ任天堂っていうロゴが入ってるだけでも嬉しいですね。で、もともとやっぱり今やもうゲームで有名な任天堂ですけど、もともとはトランプとか花札から始まったっていうところもすごいなと思いまして、でこの値段だったらもう買わない理由はないので、購入してきました。ちょっともう新品っぽいので、もうこのまま飾ったりしようかなと思います。はい、こちらが今回中央林間駅周辺のレトロゲームを扱うお店で購入してきたものでした。なかなか普段出会わないような面白いものも買えたので、すごく良かったかなと思います。だんだん暖かくなってきて、なんかゲームを探しに行くにもすごくいい季節だなと思いますので、これからもいろいろ紹介していきたいと思います。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。